もう秋もね深まってまいりましたので、行楽弁当を作りたいと思いますね。お弁当にぴったりな味しっかりめの肉団子、それからたけのこと豚の甘辛おにぎりという味のついたねおにぎりを、今ねこういうご時世ですから、もしかしたらなかなかね行楽に行ってお弁当っていう感じじゃないかもしれないですけど、行楽気分を味わうってことが大事ですよね。そういう気持ちが多分ねストレスを抱えずに生きていく秘訣だと思いますね。まずねちょっとやっぱこの甘じょっぱい感じが子供はすごい好きだと思いますね。行楽感ありますね。皆さんこんにちは。今回の、ごちそうさまチャンネルはですね、晴れの日のレシピということで、もう秋もね深まってまいりましたので、行楽弁当を作りたいと思いますね。で両方とも豚肉を使って、まず一つ目がでっかいジューシー肉団子というね、お弁当にぴったりな味しっかりめの肉団子、それから、おにぎりも普通のおにぎりではなくてちょっとたけのこと豚の甘辛おにぎりという味のついたねおにぎりを作っていきたいと思います。まず材料紹介ですね。でっかいジューシー肉団子が、豚ひき肉、それから玉ねぎ、卵、薄力粉、塩、黒胡椒で、煮汁なんですけどお水、お醤油、酒、みりん、砂糖ですね。だしみたいなものは使わずに豚肉が自分から出すこうだしで、含め煮っぽくしていくって感じですかね。味を染みさせて、うまみも自分のお肉で出すって感じですかね。でたけのこと豚のおにぎりが、豚こま肉、ゆでたけのこ、生姜で、こっちは簡単に、しっかりめに味をつけたいので、めんつゆの 3,4 倍濃縮、濃いめのものを使います。からお酒とお砂糖で、ごま油と温かいご飯ですね。では早速作っていきましょう。まず少し時間かかるのででっかいジューシー肉団子から作っていきたいと思います。まず玉ねぎ切ります。まずみじん切りですね。これ玉ねぎじゃなくて白ネギでもね美味しくできますんでね。ちょっと全体均一感を出しましょうね。大きいのと小さいのがあんまりないように。で玉ねぎあんまり大きかったりすると肉団子にして煮てる間にコロンって出てきちゃうので、ある程度細かい方がいいと思いますね。今ねこういうご時世ですから、もしかしたらなかなかね、行楽に行ってお弁当っていう感じじゃないかもしれないですけど、行楽気分を味わうってことが大事ですよね。そういう気持ちが多分ねストレスを抱えずに生きていく秘訣だと思いますね。玉ねぎ入れますね。ここに、豚ひき肉とで卵でお塩、黒胡椒ですね。適量です。で薄力粉、つなぎですね。ちょっとみっちりする。でこれで練っていきます。よーく練った方がいいですね。練る時は必ず指の間からこうギュルッと出すぐらいの、こんな感じですかね。そしたら煮汁の準備をします。まずお水、お醤油、酒、みりん、お砂糖入れて火つけます。で全部で8等分なんですよ。なので最初にある程度当たりをつけて平らにして十字入れて、さらに真ん中にちょんちょんですね。ピザっぽくしっかり沸騰させてから入れていきます。そうするといきなりガチッと固めてくれるんで崩れないですよね。アクも出づらいです。沸いたら少しだけ水で手を濡らして、ほんとちょっとでいいです。ちょっと取りやすいので、さっき8等分にしたお肉を2個ずつこう取りで丸めていきます。でこんな感じですね。でこれ入れていきます。1個2個で最後1個ですね。
はい、8個。たら落とし蓋をします。こういうクッキングシートですね。こういうクッキングシートを使ってもらって、まず長方形、正方形、さらに三角形に折り、先っぽのところだけ少し落とす。真ん中に穴がこうやって開きますよね。こういう状態ですね。こういう状態で落とし蓋にしていきます。かけます。そうすると今使っていないところですね。お肉が煮汁に浸かっていないところにこの蓋をしたところと間にこう煮汁が入ってくるんですね。少し火を落として中火ぐらいですかね。はい。でこれで約10分ぐらいですね煮ていきます。じゃあ続いてたけのこと豚の甘辛おにぎりですね。この2つ同時にもし作られるんであればやっぱりジューシー肉団子この状態で仕込んでる間にたけのこと豚の甘辛おにぎりに、作り始めるのがいいと思うんですね。時間的にもね。まずたけのこ切っていきます。食べやすいサイズにカットして縦に切って横に5ミリ角ぐらいかなで戻しておきます。でたけのこってどうやって切るの問題結構あるんですよね。どうしてもねこのところがねバラバラになっちゃうんで、でもこれ5ミリ角なんで要はここをこういうふうに落としちゃえば勝手に5ミリ角ぐらいになるんですよね。そんなつもりでこうポッとここだけ落として、あと縦の千切りして横に切ると。豚こま肉このままだと大きすぎるんでこれも細かく切っていきます。まず切ってひき肉だとねちょっと油多すぎるんですよね。ちょっとギトッと仕上がりすぎちゃうので肉気強いのとお米が混ぜた時に油多いからちょっとパラッとしすぎるんですよね。で冷たくなるとちょっとテカテカしててあんまりねおすすめじゃないですかね。もう一回これを横にして切っていきます。でお肉切ってると包丁切れなくなるんですよ。油ですねついちゃうのが。これをキッチンペーパーとかで一回拭くとまた戻るんで、また切れますね。最後もう少しねこうやってこんな感じですからね。こちらも準備 OK ですね。ちょっと一回肉団子様子見て、結構やっぱ濃いめなんですね味がね。しっかり色ついてるんですけど上の部分使ってないので煮汁返ってきてるとはいえ、なのでちょっと裏返してあげてもいいですねこうやってね。でまた落とし蓋。はい、いい感じですね。はい、これで煮上がりですね。はい、こんな感じでございますね。割としっかり濃いめの味で、お弁当前提で作ってるので本当に味しっかりしてます。ただやっぱり冷たい状態で食べることを想定してるんでこのまま食べてもちょっとしょっぱいぐらいなんですね。でお弁当を食べる時におにぎりとか他のおかずと一緒に食べるとちょうどいいよっていう。で煮汁は多分ですけどこんぐらい残りますね。でこの煮汁はチャーシュー煮た煮汁にほぼ近いんですよ。豚肉の旨味出てるし、でこれちょっと取っといて、例えば、普通に豚だけをお湯で煮ますよね。で煮豚にしてそのタレとかも OK だし、それからおすすめなのがチャーハンですね。チャーハンのタレとして活用できますこれはね。じゃあ肉団子はこのまま冷ましておきます。で次に甘辛おにぎりですね。もう早速火つけて、でごま油で豚からも油出るんでそんなにたくさん入れないですね。温まるのを待ちます。最初に豚肉から炒めていきますね。で最初に生姜入れて香り出したくなるところなんですけどちょっと焦げちゃうので最初に豚肉、その後たけのこ、生姜、なんていうかな、めんつゆとお酒と砂糖ですね。で入れていきます。切ってあるとはいえこのまま火が入っていくとこのままで固まっちゃうんですよ。なので火入れをしながらこう砕いてあげる。でだんだんパラッとしてきますねこうやってね。お肉ある程度火入ったらここでたけのこで生姜
で調味料合わせておきますね。めんつゆにお酒、お砂糖で軽く合わせておきます。で豚肉に火が入ってたけのこ温まって生姜の香りがしてきたら合わせ調味料ですね。入れます。で最初はちょっとあれ少ないんじゃないのと、調味料の分量が少ないんじゃないのかと思うんですけど、その少ない量で、に含めていくんですね。なのでめんつゆ 3,4 倍濃縮で、お醤油だとねやっぱりもうちょっと量がいるんですよね。でこれでどんどん水分飛ばしていきます。でたけのこと豚肉にしっかりと味を入れてあげる。でそれをご飯に混ぜるとまたご飯にその味が広がるんですね。そういうおにぎりですね。もうしばらくずっとこのままですね。こんな感じですかね。液体が完全に飛んでちょっと押しても出てこないぐらいギューッとやってます。そしたら、炒めたたけのこと豚肉をあったかいご飯に混ぜていきます。ちょっと切るようにね、トマトはちょっと粘りでなくていきますね。ちょっとね様子見ながら入れてもらってもいいですけどね。全部入れると結構しっかり味なんですけど、少し握りづらいかもしれないですね。具材が多くてポロッポロッとこんな感じでしょうかね。全体混ざった感じ。そしたらラップに何個分ぐらいかな、8個分ぐらいかな。こうつまんで両サイドつまんで、くるくるくるとちょっと小さいかな。さらに握るとあんまりねギュウギュウしない方がいいですよね。じゃあこういうお弁当にこうやって詰めていくとね、はい、いいんじゃないですか。ね、はい、これ収まりですね。はい、収まり。はい、収まり。で続いてお弁当っていうかおかずの方ですね。肉団子。はい、出来上がり。あ、いいんじゃない？収まり。収まりいいでしょ。じゃあ早速ねお弁当できたんでいただきたいと思いますけれども、全くね環境的には行楽感はございませんが、目を閉じて公園にいると思って食べましょう。まずおにぎりですね。基本みんな好きな味だと思いますね。生姜ちゃんと入ってますけど、そんなにビリッと効くような感じじゃないのでいただきます。あ、いい匂い。うまいですね。いつもの味って感じ。僕にとってみると子供が好きなんじゃないですかね、これね。この味はもちろん大人もいいと思うんですけど、ちょっとやっぱこの甘じょっぱい感じが子供はすごい好きだと思いますね。それでは肉団子ね。しっかり一瞬ね噛んだ瞬間やっぱ表面にお醤油気があるんでちょっと濃いかもと思ってるんですけど、ガブッと噛むと大きいんですよ、サイズが。じゃちょうどいいですね、濃さも。コーラップありますね。というわけで今回ね2品作ってちょっと時間かかりそうな雰囲気ですけど、最初は1つずつ作ってもらって、繰り返しやってるともう目分で作れるような分量になってるので、自分のねレシピにして行楽弁当だけじゃなくてお弁当レパートリーにちょっと加えてもらえるといいかなと思いますね。なかなか本当の行楽はいけないかもしれませんけど、家でぜひねこういうお弁当を作って行楽気分を味わって健やかにお過ごしください。ごちそうさまでした。